そうでね。お願いします。今日はお米で北海道を作りたいと思います。今日使うものはお米、布、これはダイソーで買いました。これだけです。早速作っていきます。まずは布を好きなサイズに切ります。大きさはどれぐらいでもいいんですけど、ポケットに入るぐらいのサイズがおすすめです。頑張れ頑張れ。上手じゃん。大丈夫よ、線とこ切れば。これぐらいかな。うん。違うよ。線見て。ずーっとこっちまで、ここまで切る。空中来てるよ。もうちょっとだけ。まだ。よし。そしたらあと横に切ってチョッキ。線書いてあるとこ。危ないよ、笑ったら。気をつけて。これ使うの。切れました。切った布を裏返してお米が入るところを残すようにして縫っていきます。これボンドでやったら早いんですけど、電子レンジで温めるのでボンドはやめた方がいいです。粘着力とかが下がってしまうみたいなので。あと種類によっては温めると有害な物質が出るらしいのでちょっと怖いからね。最近結構こういう布売ってるの多いけど、ダイソーで売っててびっくりした。この布の他にもこういう柄とかこういう柄もあって、エマちゃんが好きそうだなと思って買いました。これでお人形の服とか作ってもいいかも。あとはこれをひっくり返してお米を入れていきます。普通にひっくり返せる人はいいんですけど、ひっくり返しづらい時はペンなどを入れてひっくり返します。お手玉みたいになっちゃったサイズ感が。あ、でもまあポッケに入れるんだったらこれぐらいがちょうどいいかな。お米を入れるときはそのまま入れてもいいんですけど、ロートなどで入れると入れやすいです。ちょっと待って。ストップ、一回ストップして。もう一回入れてください。もう一杯。あと一旦ストップ。多いかもしれない。すごく多いかも。意外とちょうどいいのかな。あ、じゃあパンパンになるかも。いけいけいけ。これ持ち歩きしやすいように薄く作ってもいいんですけど、いっぱい入れると温まってる時間が長いです。
とはお米を入れた部分の口を縫ったら完成です。せーの、完成です。今回のはちょっと小さめに作りました。お外に出るときジャンバーとかのポケットとかに入れやすいように。今回は四角で作ったんですけど、普通に丸とかね、好きな形で作っても可愛いと思います。これはアイマスクみたいな形で作ったものです。ここのゴムは平ゴムっていうのかな。手芸コーナーとかに売ってるゴムで作りました。ヘアバンドとかでもいいかもしれません。つけたい？ちょっと待ってね。よいしょよいしょよいしょ。あ、ゆでたま。ごめんね、ちょっと一回取るね。実際につけるとこんな感じです。あとこれは目に当たるので、作るときはお米少なめがいいです。あとこれは試作で作ったんですけど、サイズ大きいから結構あったかさが長持ちするので、夜寝るときとかお布団に入れてね、使ったりするよね。じゃあ実際に温めてみます。温めてきました。温めてきました。あったかいね。今はお部屋あったかいからだけど、夜寝るときとかお外ね、寒いときにいいね。いつも持っていこうと思ってんだけど、忘れるときあるんだよね。忘れちゃうんだ。あったかい。あとこれ中身は玄米だったり小豆でもいいんですけど、あんまりお家にある家庭が少ないと思うので、どこにでもね、あるお米で作りました。どうだった？今日の北海道作り。暑くてね、楽しかった、作るの。そうなの？まあ、切るのエマ好きだもんね。あとお米入れるのもやってくれたし。お米入れるのも好き？縫うのはちょっとちっちゃい子とかには難しいかなって思うんですけど、切るのとかね、お米入れるのとか手伝ってもらうといいかもしれません。自分で作ったっていう気持ちになるかも。でもいろんな布あったらさ、いろんなやつ作れていいよね。き。あのさ、いい匂い買ったらさ、いい匂い買ったらまた作ろうと思ったらね、いい匂いのやつ入れよ。確かにこれちょっと温めただけだとお米っていうかね、なんかね、焼き芋みたいな匂いするんだけど、そのハーブとかを入れるといい匂いになるらしいです。エマちゃんはちょっとお米の匂い苦手って言ってたからね。ミントとかハーブ入れてたらいいね。作ってみようか。子供だけで作りたい場合は、ただ靴下の中に入れて上を結ぶと完成します。それだったらエマ一人でもできちゃうかもね。皆さんもよかったら試してみてください。じゃあバイバイしようか。せーの、バイバイ。